私は、夢を見ていました。昔から私は、夢を見ている時に、たまに、自分は今、夢を見ているんだ、と自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は、薄暗い無人駅に、一人いました。随分縁起臭い夢だなぁ、と思いました。すると急に、駅に正気のない男の人の声で、アナウンスが流れました。それは、間もなく、電車が来ます。その電車に乗ると、あなたは怖い目に遭いますよ、と意味不明なものでした。間もなく、駅に電車が入ってきました。それは電車というより、よく遊園地などにある、お猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が、一列に座ってました。私は、どうも変な夢だなと思いつつも、自分の夢が、どれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試してみたくなり、その電車に乗ることに決めました。本当に怖くてたまられなければ、目を覚ませばいいと思ったからです。私は、自分が夢を見ていると自覚している時に限って、自由に夢から覚めることができました。私は、電車の後ろから3番目の席に座りました。辺りには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのか、と疑うぐらい、リアルな臨場感がありました。出発します、とアナウンスが流れ、電車は動き始めました。これから何が起こるのだろう、と私は不安と期待で、ドキドキしていました。電車は、ホームを出るとすぐに、トンネルに入りました。紫色ぽっい明かりが、トンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は、子供の頃に遊園地で乗った、スリラーカーの景色だ。この電車だって、お猿さん電車だし、結局、過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけで、ちっとも怖くなんかないな。とその時、またアナウンスが流れました。次は、池作りです。池作り魚のなどと考えていると、急に後ろから、けたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた、男の人の周りに、4人の、ボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると、男は刃物で体を裂かれ、本当に、魚の池作りのようになっていました。強烈な臭気が辺りを包み、耳が痛くなるほどの大声で、男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは、次々と内臓が取り出され、血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには、髪の長い、顔色の悪い女性が座っていましたが、彼女は、すぐ後ろで大騒ぎしているのに、黙って前を向いたまま、気にも留めていない様子でした。私はさすがに、想像を超える展開に驚き、本当にこれは夢なのか、と思い始め怖くなり、もう少し様子を見てから、目を覚まそうと思いました。気がつくと、一番後ろの席の男は、いなくなっていました。しかし、赤黒い、血と肉の塊のようなものは、残っていました。後ろの女性は相変わらず、無表情に一点を見つめていました。次は、えぐり出しです。とアナウンスが流れました。すると、今度は二人の小人とが現れ、ギザギザスプーンのようなもので、後ろの女性の、目をえぐり出し始めました。さっきまで、無表情だった彼女の顔は、痛みのため、ものすごい形相に変わり、私のすぐ後ろで、鼓膜が破れるぐらい大きな声で、悲鳴を上げました。目から眼球が飛び出しています。血と汗の匂いがたまりません。私は怖くなり震えながら、前を向き、体をかがめていました。ここらが潮時だと、思いました。これ以上付き合いきれません。しかも、順番から行くと、次は3番目に座っている私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体、どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してから、その場から逃げることにしました。次は、ひき肉です、とアナウンスが流れました。最悪です。どうなるか、容易に想像ができたので、神経を集中させ、夢から覚めようとしました。夢よ、覚めろ、いつもは、こう強く念じることで成功します。急に、ウィーン、という機械の音が聞こえてきました。今度は、小人が私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。多分、私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢よ、覚めろ、と目を固くつぶり、一生懸命に念じました。ウィーン、という音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に、静かになりました。なんとか、悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は、寝床から台所に向かい、水を大量に飲んだところで、やっと落ち着いてきました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだから、と自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員に、この夢の話をしました。でも皆は面白がるだけでした。所詮は夢だからです。それから4年間が過ぎました。大学生になった私は、すっかりこの出来事を忘れ、バイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。
次はえぐり出しです。あの場面からでした。私は、あの夢だとすぐに思い出しました。すると、前回と全く同じで、二人の小人が、あの女性の眼球をえぐり出しています。やばいと思い、夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、とすぐに念じ始めました。今回はなかなか、目が覚めません。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ。次は、ひき肉です。いよいよやばくなってきました。ウィーン、と近づいてきます。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、覚めてくれ、ふっと、静かになりました。どうやらなんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたその時、また逃げるんですか？次に来た時は最後ですよ、とあのアナウンスの声が、はっきりと聞こえました。目を開けるとやはり、もう、夢からは完全に覚めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは、絶対に夢ではありません。現実の世界で確かに聞きました。私が一体、何をしたというのでしょうか？それから、現在まで、まだあの夢は見ていませんが、次に見た時にはきっと、心臓麻痺か何かで、死ぬと覚悟しています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界は、ひき肉です。